どうもベルです。今回はグランドマフィアの、気まぐれコラムということで、このゲームで最も重要な、編成と兵隊構成について、やっていこうかなと思います。ほんとこのゲームって、戦闘する上で、もう兵隊構成と編成がもうめちゃめちゃ大事で、じゃあこれなんでかと言いますと、陛下による相性バフが大きすぎるから、これにつきます。ギャングはシューターに有利で、シューターはバイカーに有利で、バイカーはギャングに有利。あとは、車は全陛下から、フリーになるんですけども、で、これ、有利陛下に攻撃するときは、ダメージが2倍。逆に、有利陛下から攻撃を受ける場合は、ダメージが2分の1になります。これめちゃめちゃやばくないですか？不利陛下に攻撃するときと、有利陛下に攻撃するとき、比較したら、0.5倍と2倍なので、ダメージ4倍になるんですよ。実際には、有利陛下に、攻撃する時の、ダメージアップの投資だったり、集中スキルがありますので、有利陛下に攻撃する時のダメージっていうのは、2.3倍くらいに、なるのかなと思います。じゃあそうなった時に、相手に対して有利な兵から攻撃したいじゃないですか。例えば、じゃあ相手がギャング端子でいたら、じゃあこっちはバイカー端子で攻撃するみたいな感じで。端子だったらね、すごい簡単な話になると思うんですけど、相手が、じゃあ3種類の兵士構成だったら。で、これ最初に攻撃する兵科っていうのは、相手の編成によって決まります。相手がギャングスクエアを使ってきたら、ギャングを最初に攻撃。シュータースクエアを使ってきたら、シューターを最初に攻撃。バイカースクエアを使ってきたら、バイカーを最初に攻撃することになります。で、これはもちろん相手も反撃してきますので、先ほどと同様に、こちらがギャングスクエアを使ってれば、ギャングが前衛となって、ギャングが最初に攻撃される。で、シュータースクエアなら、シューターが前衛となるので、シューターが攻撃されて、バイカースクエアだったら、バイカーが前衛になりますね。で、今、アサルトはと思った方いらっしゃると思うんですけど、ちょっとアサルトの言葉、一回忘れましょう。アサルトを使うと、またちょっとめんどくさいことになって、これほんと編成のこと分かってる人が使わないと、進化を発揮することはできないので、これはたまに勘違いしてる方いらっしゃるんですけど、本当アサルトが絶対的に強いなんてことはまずないので、この場合はスクエアが最適。この場合はアサルトが最適というところで、全然ケースが異なるんですよ。ただ大体は、スクエアの方がいい場合の方が正直多くて、あとアサルトって、結構特性上、使い方間違えると、だいぶ悲惨なことになっちゃうので、ここについてはね、いろいろと今度お伝えしようかなと思うので、一旦置いておくんですけど、この前衛がどの陛下かっていうのが、めちゃめちゃ重要で、例えば、じゃあ相手が、ギャング端子で、攻撃してきたとしましょう。その時、じゃあほぼ自分の兵隊の割合が同じだった時、じゃあシューターで受けたら、相手からのダメージって2倍になっちゃうんですよ。2.3倍ぐらいですね。相手に、フリー陛下で受けることになるので。ただ、バイカーで受けることができたら、こっちが受けるダメージって、半分になるじゃないですか。もちろん、バイカーで受けたら、こちらのバイカーが減る分、こちらが与えることのできるダメージっていうのは減ってしまうんですけど、それでもバイカーで受ければ、全然こちらの被害は減るので、全然、結果的に有利に戦えるんじゃないかというところで、で、ここが本当編成の最も基礎的な部分です。で、今、兵隊の割合については、一応均等と仮定して、どれも受けれるよっていう状態でしてたんですけど、実際の戦闘では、均等割合は使えません。これなんでかっていうと、もう理由は単純で、もう3兵が均等で守ってるとして、もう攻撃する方は、もう単種打てば簡単に勝てるんですよ。もう3兵下に、する都合上、どうしても単種よりかは、各兵下のステータスって低くなってしまうじゃないですか。普通の装備もそうなんですけど、
装備ってその、バフ傾向で、じゃあギャングシューターに特化しているものと、ギャングバイカーに特化しているものと、じゃあバイカーシューターに特化しているものとなった時に、じゃあギャングシューターの装備使ってた時に、バイカーの火力ってどうしても落ちちゃうじゃないですか。で、それに加えて、あとジュエルですね。で、これで、これで一つの陛下に、じゃあ攻撃ジュエルつけて、じゃあ陛下の HP ジュエルつけて、じゃあゴッドファーザージュエルつけたよってなった時だと、結構寄るんですよ、ステータスが。なので、バランスの時より圧倒的にステータスを高くすることができて、あとは英雄もそうですね。一つの陛下だったらその分、その陛下の英雄を複数使うことができるので、その陛下のステータスを大幅に上げることができて。で、そうなると、もちろんステータスの差もあるんですけど、あとは今高級装備で、単種はめちゃめちゃ優遇されてるので、本当陛下の完全割合が完全均等だった時は、もう単種打ち込めば、もう簡単に抜けます。なので、均等割合を使わずに、じゃあギャングを4割、じゃあシューターを2割、じゃあバイカーを4割みたいな感じで、じゃあ兵隊の割合をカスタマイズしていって、それに合わせた、装備だったり、ジュエルだったり、スキルセット、いろいろしていく必要があります。でそうすることで、シエラスはある程度、完全均等じゃなくて、一つ、二つの陛下、一つか二つの陛下に、寄せることができて、完全均等でやると時より、圧倒的に強い構成になるんですよ。ただ、今のは、この割合って、で、今さっきはじゃあ4対2対4の比率で、だったんですけど、じゃあ場合によっては、じゃあ5対8対7みたいな比率だったりで、これどんどん細かくなるんですよ。で、この兵隊の割合って、実際に戦っていくときはもうバンバン変えていくので、じゃあ仮にじゃあ兵隊の割合、入れ替えしましょうってなったときに、じゃ毎回じゃあチャットで、じゃあギャング4割、シューター2割、バイカー4割お願いしますなんて言ってたら、これチャット打つのに時間かかりますし、読む方も時間かかって大変じゃないですか。ほんと戦闘してる時の、もう数秒ってその数秒のせいで、入れ替え間に合わなくなって負けたりとか全然あるので、今ほんと強い組織とかって、もう30秒で全部兵隊割り入れ替えたりとかしてるみたいなので、で、そうなると、なかなかね、打ってる時間ってもったいないと思うんですけど、あの、なので、このゲームだと、ギャング、シューター、バイカーの順番で、その割合の数値を書きます。じゃ例えば、先ほどのギャング4割、シューター2割、バイカー4割だったら、424、こういうイメージです。さっきのギャング4割、シューター2割、バイカー4割って言われるより、はるかにわかりやすくないですか？結構慣れないと最初はね、あれ、これが何割だっけみたいになっちゃうと思うんですけど、結構慣れてくると、じゃあ424って言われたら、じゃあ、ギャング4割入れて、シューター2割入れて、バイカー4割入れてみたいな。自分が出せる兵数が、じゃあ20万だったら、じゃあ424って言われたら、じゃあ8万4、ギャング8万、シューター4万、バイカー8万みたいな感じで、すぐに選択できるので。あとは場合によっては、じゃあ587みたいな感じで、20分割された値を言うこともあります。でも基本的には10分割とか20分割ですね。30分割とか50分割とかでやってるのは僕は聞いたことないので、もっと細かくやりたいときは、小数点つけて、じゃあ587じゃなくて、じゃあ5.5、7.5、7みたいな。そんな感じでね、やるときはあるんですけど、この兵隊の割合を、ギャング、シューター、バイカーの順番で、数値で、整理していくっていうのは、指示していくっていうのは、戦闘するチームとかだと、もちろん日本とか世界関係なく、共通して使われているものなので、ぜひね、知っていただけると、良いのかなと思います。で、それを踏まえた上でなんですけども、じゃ先ほどの424を、これを相手が使ってきたとしましょう。で、424っていうのは、一応使ってる人が多分一番多い割合なのかなと、思ってまして、一応一番ね、基礎的な割合です。で、その割合、424については、基本的にシューター受けをします。もちろん、相手の割合によっても、変更するんですけど、基本はシューター受けですね。じゃ、その時に、じゃ、皆さんだったら、どういう構成で攻めますか？
これ、正解はいろいろあるんですけど、一つの正解として、バイクの端子攻め。これが挙げられます。じゃあなんでバイク端子攻めなのっていうところなんですけど、こちらのバイクに、じゃあ有利をつけるシューターって、じゃあ相手2割しかいないじゃないですか。なのに、こっちが有利をつけるギャングは4割もいるんですよ。で、そうなると、こっちが受けるダメージ的にも有利になりますし、あの、与えるダメージ的にもね、有利になることができるというところで。この424については、使うときと、じゃあ424、相手の424を、攻撃するときの話だったりで、あとはいろいろとね、話すことがあるので、今度は、別途動画作ろうかなと思ってるんですけども、今回は、バイカー単勝を打ったと仮定してください。で、それでテストをしたレポートを見ていきたいんですけど、もちろん、これ、上振れ下振れどうしても出てきてしまうので、しまうんですけども、一応なるべく起こさないように、互いに、高級装備なしかつ、ステータスもなるべく近い形で、実験してます。一応2個レポートあるんですけど、どちらもステータスは同じですね。で、兵隊の総数については、T3 を2000人。なので、バイクの単種は、そのまんま、T3 のバイクを2000人。で、424で受けた方は、T3 のギャングを800人。シューターを400人。バイカーを800人。この兵数です。どちらも私の、ベルサーチの方で、424を使ってるんですけど、まず1枚目は勝って、2枚目は負けてるんですよ。じゃあこれ何が、変わったかというと、さっき言った通り、ステータスはどちらも変えてなくて、変わったのは、攻撃側の編成です。これ攻撃側が、1枚目はバイカースクエア使ってたのに対して、2枚目はギャングスクエア使ってるんですよ。でバトル詳細データ、見ていきたいんですけども、まずは最初が、相手が、バイカースクエアで来た時ですね。で、この時って、こちらのシューターを全部倒してからギャングを攻撃してるんですよ。一応戦闘動画、見ていきましょう。もちろん、これ各部隊倒す速度には、各部隊倒す速度には、クリティカルとか、ダメージ軽減とか、いろんな要因で結構ブレるので、もちろん、正確には、各部隊の正面にいる、シューター部隊を倒しきったらという表現が正しいんですけど、今回みたいな感じだと、こちらのシューターがいなくなるまで叩いてくれてるんですよ、ちゃんと。じゃあこれなぜこうなってるかと言いますと、バイカースクエアって、今編成の画面行くんですけども、バイカーが、最前列の横一列に配置されてるじゃないですか。で、それに対して、シュータースクエアも、シューターが横一列に配置されてるので、こちらのシューターがいなくなるまで、攻撃してくれるんですよ。基本的に各部隊の正面にいる部隊を攻撃するので。ただ、2回目のレポート、見ていきたいんですけども、こちらですね。こんな感じで、シューターをちょうど半分倒してるんですけど、これシューター全部倒されてないのに、他の兵艦で攻撃がいってるんですよ。じゃあこれ、なぜかと言いますと、じゃあ相手がこのギャングスケアを使って、バイクを横に列に配置したから。したからこそ、このようなことが起こってます。これですね。こんな感じで、横に列に配置されてるんですけど、こんな感じで、同じ兵課でも、さっきあった通り、兵隊が4分割されて配置されるんですよ。で、このギャングスケアのバイクって、2列目と3列目の横端に配置されてて、じゃそうなると、どういうことが起こるかと言いますと、戦闘動画、見ながら行きたいんですけども、横端の集団については、ちゃんと最初から攻撃してくれます。ただ、端の部隊倒した後は、真ん中2つの、本来のシューター部隊は、攻撃されずに放置されちゃうんですよ。
424側としては、あくまでシューターを最後まで攻撃してほしいのに、攻撃してくれないというところで。これって、424だからこういうことが起きているってわけではもちろんなくて、さっき言った通り、基本的に戦闘正面にいる相手を攻撃するのは、どの割合だっても、どの兵科に対しても言えることなので、一応ね、単勝を打つ際には、このように、横2列に配置、その兵科を横2列に配置できる、編成にする方がいいっていうところではあるんですけど、これ一応一つ、注意が必要です。これあくまで、相手の振り陛下を最初に攻撃することが前提なんですよ。編成が分かってる、じゃあオフラインの別荘にレイドするときとかって、相手の最前列を最後まで攻撃したいので、この逆に、横2列に配置する、編成を使っちゃうと、じゃ仮にあれですね、バイカー使うときって、じゃあ、相手がギャングスクエアで、相手のギャングが残っているときだと思うんですけど、そうなったとき、こっちもじゃあギャングスクエアでバイカー横2列に配置しちゃうと、横端の、バイカーもちろん攻撃してくれるんですけど、その後に、ギャング攻撃してくれないんですよ。相手の、バイクを攻撃しちゃうというところで。こっちはあくまでギャングを最後まで攻撃したいのに、途中から、他の兵艦で攻撃しちゃうというところで。で、そうなると結局、あんまりできないということが起こるので、なのでそこについては、ね、一応注意が、必要なのかなと思います。ただ、基本的には、こちらが進軍したら、相手は兵士の構成、見ることができるので、その兵士に応じた編成に、変更されてしまいます。じゃあ仮にこっちがバイクで攻撃したら、じゃあ相手はシューターで受けるみたいな感じで。なので、一応オンラインの相手と戦うときは、基本的には、横2列となる、その兵科が横2列となる編成を、使っていくのがいいんじゃないかなと思います。これ一応もちろん、こっちが、単種で攻撃するときが、前提なんですけど、もちろん、こっちもじゃあバランスで攻撃するよとか、で、こっちは2種で攻撃するよとかなったときはね、もちろんちょっと別の話にはなるんですけども。ただあくまで単種で攻撃するときはね、ほんとこの、さっきお見せした通り、めちゃめちゃ結果変わってくるので、ぜひね、活用していただくのが、いいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回は編成の基礎について、いろいろとお伝えしていったんですけども、ほんとこの編成ってめちゃめちゃ奥深くて、相手の兵隊構成と、自分の兵隊構成、それと、相手のステータスと、自分のステータスによってね、変わってくるものなので、この編成が最強、この割合が最強っていうものは存在しません。仮に、全くじゃあ知識がない状態と、知識がない状態と、じゃあこれまでめちゃめちゃ戦ってきて、じゃあ研究もしまくってきた人が戦うと、仮に前者の方が、ステータス高くても、確実に後者が勝つので。もうそれはなぜかというと、じゃあ、自分が使ってる、じゃあ編成の弱点も知ってるし、じゃあ相手がこういう構成できたら、じゃあこの編成に切り替えればいいとか。あとはじゃあステータスを、じゃあジュエルとか、装備とかでじゃあいろいろ調整していって、じゃあ相手はこういう構成だから、こう攻めていきたいだろうけど、実際にはそれを倒せるように、この陛下のステータスを上げてるんだとか、これ本当にいろいろあって。一応私も、大体相手の割合見たら、一瞬でこれは何で攻めたら勝てるとかは、一応わかるんですけど、なかなかそれって難しい話で、使ってる人が、多い割合とかだったら、別にね、暗記すれば、そんなどうとでもなるんですけど、割合って本当にめちゃめちゃあるので、さっき先ほどご紹介した、じゃあ424に、近しいものであっても、じゃあ857とか、758とか、結構、そこでも本当いろいろあって、これ一見変わってるのって、本当にじゃあ5%しか変わってないので、じゃあ本当に少しに見えると思うんですけど、じゃあこれでも実際に、想定してる相手とか、考えてることって全然違くて、じゃあそういうことがあった時に、じゃあ本当未知の割合に出くわした時に、本当対応できるかっていうのは、本当経験と知識がものを言うので、このゲーム、もちろんステータスもね、めちゃめちゃ大事で、それも強さの大きな部分だと思うんですけど、本当実際に戦うってなった時の強さって、
ステータスだけじゃなくて、じゃあその人がどれだけ編成と割合を理解してて正しく使えてるか。これがめちゃめちゃ大きいです。私自身、相手よりステータスが低くても、じゃあ、今までの経験だったり、じゃあ知識だったりで、勝てたことって結構あって、じゃあ逆に私より、じゃあ弱い人と戦った時でも、的確にこっちの弱点突かれると、本当に厳しいんですよ。もちろん、それをカバーするようにはしてるんですけど、弱点がゼロの兵隊構成とか、兵隊構成及び編成なんてものは存在しなくて、どうしても、受ける側が不利になってしまうので。ただ今日本で、じゃあこの割合に対しては、じゃあこういう風に攻めるべきで、じゃあ逆に自分がこの割合使うときは、じゃあこういう風なジュエリにすべきだよねとか、じゃあこういう風なスキル使うべきだよねっていうところだったり、じゃあこういう英雄を使うべきとか、っていうところを、じゃあ自分使ってるのは知ってるけども、じゃあ毎回、じゃあ相手のじゃあこの割合はこうとか、じゃあこの割合はこうとか、毎回最適解出せる人って、多分数人もいないんですよ。まあ、ここって本当運営さんに聞いても教えてくれる話ではなくて、経験ともう自分自身で研究していく必要があって。ただ、それってまあなかなかね、大変な話で、大変な話だと思うんですけど、本当にこのゲームのめちゃめちゃ面白い部分で、多分このゲームの、もう一番の楽しみだと僕は思っているので、まあ、最初はね、本当に分からないこと多くて、僕自身も大変だったんですけど、もう本当に分かるとめちゃめちゃ楽しくなって、なので、今後、私の、この気まぐれコラムシリーズで、この割合が相手だったら、じゃあこういう兵隊で攻めるべきとか、じゃあこういう、編成で攻めるべきとか、じゃあ逆に、じゃあ自分が、じゃあその割合使うときに、じゃあどういうジェルをつけていったり、どういう装備構成を、目指すべきかとか。全部の、じゃあ、ゴッドファーザーセットを、SS にできたら、できて、じゃあ、ベストランクも、マックスにできたら、それはもちろん話は別なんですけど、それって無理じゃないですか。基本無理じゃないですか。じゃあそうなった時に、じゃあ今はじゃあ、この割合を自分がで最終的に使っていきたいから、じゃあこういう装備を、作っていって、じゃあベストランクとかも、じゃあこっちを優先して上げていこうとか。で、そういうことをちゃんと考えている人って本当に強いので。若干それちゃったんですけど、で、さっきのじゃあ自分がその割合使うときに、この編成をじゃあ基本として使うけど、じゃあこういう相手がこういう兵隊構成の相手が来たら、別のやつに変えるべきとか。本当にめちゃめちゃいろいろあるので、一応私の持っている知識を、全部ね、動画に残していこうかなと思いますので、結構ね、だいぶ長いシリーズにはなっていくと思うんですけど、ぜひね、そちらも、ご覧いただけると、嬉しいなと思います。ほんと最初全然わかんなくても、どんどん知っていけば、じゃあこの相手には、じゃあこの構成を使うみたいに分かってくると本当に楽しいですし、戦闘でもね、圧倒的に有利になるんですよ。受ける側って、じゃあこちらの兵士構成バレてるので、圧倒的に不利なんですけど、じゃあそれを、じゃあこちらの狙い通り、勝てた瞬間とか、本当に最高なので。まあ最後ね、ちょっと余談の方が、めちゃめちゃ長くなってしまったんですけども、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると、めちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。